はい、鳥犬チャンネルです。ちょっと私風邪ひいちゃって喉やらかして聞き苦しいかもしれませんが、今回は長谷川のザブングルシリーズのギアギアの方をお届けいたします。プレ版限定のザブングルとか出て、ザブングルね、すごい今熱いですね。プレ版はちょっと私手はね出さなかったんですけどね。それではお伝えします。首、環境のとこのパーツはアイアンギアとは違っていて、ちょっと変形が違うんでね、写真のようになっております。そして艦首のパーツなんですけれど、ここネオジムで回転するように改造しました。アイアンギアの時もねネオジムで、片側は金属プレート使ったんですけどね、今はポリ軸で仮止めしてます。 3mm のポリ軸です。ここは後でネオジムに変えていきます。改造したい人のために位置をお伝えします。横 3mm と縦 9mm ですね。だいたいこれぐらいの位置で取っていただくといい穴の位置になります。位置がずれちゃった場合はね、片側の方を磁石じゃなくって金属板に変えたらいいかと思います。港南とかはね、ホームセンターとかで入手することは可能です。そして足はこのように曲がります。はい、でこの位置で測ると 12mm の位置になります。劇中では格納庫にもなる艦首のところを今から外して、その穴の位置も確認いたします。はい、この位置になります。はい、下は 11mm、 横っちょは 4mm ですね。 4mm、 4.5mm かな、それぐらいになります。ご参考にしてみてください。そしてウォーカーマシン状態で組み上げてみるとこんな感じです。基本的な改造はアイアンギアの時と全く一緒なので、また参考にされたい方はアイアンギアの方を見ていただければご参考になるかなと思います。アイアンギアとの違いは頭部の形状と、あと背中の羽の両端の形の違いです。今ちょっと落ちちゃったんですけど、つなぎ目はねアイアンギアと一緒でウェーブさんの、プラサポ使ってます。そしてこちら、はい、頭部をアップします。キットにはついてなかった頭部ね、手すりをつけてみました。700分の1のウォーターラインから持ってきております。そして頭の形状そのものもね、違うんですけど、顔というか目というか窓ですね、環境の窓のところがアイアンギアと違う窓を使うように設定されております。はい、そして環境はこのようにスライドするように改造しております。アイアンギアの時とほぼ同じような感じで磁石で止めて押し込むと落ち込むようになっております。上に引っ張ると磁石の位置まで来て磁石同士がくっついて止まります。それからね、アイアンギアとの違いはここのお腹の部分ですね。キットとねちょっと違う形にしたんですけれど、はい、このように首を落とさなきゃいけないんで、プラパンで囲って、エバグリのプラ板でこうシャッターっぽく表現してみました。アイアンギアの時はここが箱形状だったんですけど、箱形状じゃなかった。でスライドさせると邪魔だったんで仕方ないんで取り外して、このように工作し直しております。内訳を見せるとこのような感じになっております。そこ以外の構造の作り直しっていうのはもうほとんどアイアンギアの時に考えた構造をほぼそのまま使って作っております。内側はこんな感じ、磁石も見えますでしょうか。このような感じになっております。そしてはい、首のところ、ここも磁石入れてます。ポリキャップ可動にして、でプラパイプですね、そこに磁石を取り付けてます。ここの耳のようなね、この翼、ここも稼働するようにしております。もともと稼働はするんですけどね、真鍮線通して補強しております。首はこのようにスライド。そして口というか顎ですね、ここはプラパンでなんとなくそれっぽく作ってみました。はい、頭部はこんな感じ。ここにあと L 値を乗せたいなと思ってます。次に腰の部分なんですけれど、ここもアイアンギアで考えた時のギミックをそのまま使っております。
胴体部分のスライドも増設したプラ板とプラ棒で作っておりまして、内側はこのようにしております。内側は元来ねもっといいディテール入ったやつなんですけど、あれ使うとね変形するのに邪魔なんで残念ながら外しております。で砲塔はこのようにね回すようにします。真鍮線真鍮パイプで作って 2mm のポリ軸でこのように組み合わせております。で股関節はこのようにしてハの字型に開くこと可能です。はい、次は足ですね。鉗手がこのようにせり出します。このように磁石で留めております。こうしておくと塗装がとってもやりやすくなります。今見えてる白いところ、ここはね、はい、留め具になります。引き出してね、表の足と裏の足をここで接続するためのピンですね。このようにつま先格納庫は回転をします。そして膝ですね。膝もこのような軸にしていて、もうアイアンギアと同じですね。ちょっと違うのはここの裏側の足なんですけど、前これポリキャップ無理に入れてたら丸モールド潰したんですね。なんで今回はもうプラパンにそのまま刺すようにしてパーツがそのまま使えるようにしました。このようにここのねパーツを潰すことなくうまいこと使うことができます。でもねちょっとギリギリですね。結構タイトです。膝のこちらの関節はね寿のパーツを使っております。アイアンゲーの時にもお見せしたんですけれど、股関節はこのようになって開くことが可能です。3mm 軸なんでちょっと弱いんですけどね、でもこうね隙間考えるとあれぐらいです。で腕はこのようになっております。引っ込みます。はい、指も引っ込みます。はい、腕も引っ込みます。ここもアイアンギアの時と一緒で磁石と鉄の板使ってますね。砲塔の中もこのような感じになっております。 T 字型のポリランナー 2mm を使ってこのように留めております。腕の方ですね、肩の中身剥がすとこんな感じになって磁石でくっつけるようにしております。これを押し込んでスライドさせます。今鉄の板は貼ってないんですけどね、後でスライドする軸には鉄の板を貼ってあげました。次はラウンドシップの時の格納庫と環境を固定するところですね。さっきのが鉄が入ってて、で今ここがネオジムですね。胴体のところでネオジムがこうやってカチッてくっつく。だからね簡単にずれないですね。はい、これから塗装なんですけど、いつもの黒に鑑定色で立ち上げを行っているところです。塗装はイエローからやっておりまして、イエローはこれはダークイエローですね。まずダークイエローを拭いて、その後で乾いたらさらにイエローを拭いてあげます。そうするとね結構明度あるんでね、いい感じに上がるかと思います。そしてこの口のところとかですね、黄色で拭いたところは後でマスキングをします。ほら明度がちょっと黄色で上がったと思います。黒っぽいところはジャーマングレーを拭いております。だいたい影になるところはジャーマングレーで拭いてきました。でこちらバーニアのとこだけはね後でガイアのガンメタルを拭きました。手の方やこの手の袖口ですね、あとヌクル、こちらは塗ってないところです。グレーのところは軍艦色の2番を使っております。腹部や格納庫も同じ色です。白いところはライトブルーを塗った後に、それからその後にホワイトを拭いております。ホワイトはクールホワイトになります。このパネルに沿ってね、エアブラシも動かしていくのがちょっとコツかもしれません。ノズルの方はガイアのガンメタルで拭いております。腕と太もものとこのグレーです。調色して明灰色の2番とミディアムブルーとニュートラルグレーで調色しました。設計図の指定ではグレーの FS36375 番を塗るように指定されてますけど、それだとちょっとね明るすぎる気がしたんで、渋く重くしたいんで調色してこの色にしました。はい、そして本体の基本色になります。メインでミディアムブルーを全体にまず塗っちゃいます。
でその後でミディアムブルーと少々のイエローを足したものを拭いてあげました。まずミディアムブルーだけ塗ったっていうのは、調色したものを塗って途中で切れたらね色バランスが悪くなるんで、まず全体で拭いて、それからアクセントでイエローを混ぜたミディアムブルーを拭いてます。設計図の指定ではね、ミディアムブルーに1割ぐらいの色の源イエローを入れてくださいってなってます。色の源はねまだ使ったことないんですけどね、面白そうな塗料ですよね。クリアイエローで大概効くのかなどうかな思いながら、ちょっと手元にあったね普通のイエローを少々入れて調色をしてみました。はい、そうしましたらウェザリングに入っていきます。いつものクレオスの水性ウェザリングペイントを使います。絵皿に出して、あと水で引き伸ばしてベタベタベターっと塗っていきます。塗った後はティッシュペーパーと綿棒で拭き取るだけです。このように水で伸ばして、あとは全面にね思いっきり塗っていきます。このようにもうどんどん塗っていきます。そして乾いた後で水を含ませたティッシュペーパーとか綿棒で拭き取ってあげるといいです。ウェザリングの続きで次に黒で締めてあげます。先ほど拭き取ったものの上に黒を同じように乗っけてあげます。また絵皿に黒を取りまして、水でシャバシャバっと薄めてあげます。そして同じようにまた塗り広げていきます。もうどんどん塗り広げていきます。で乾いてからまたティッシュペーパーや綿棒で拭き取っていってあげます。はい、そしてエルチに使った水平さんです。これ 3D プリンターで作られたみたいで、12月に発売されたばっかりのものになります。ホビーサーチで通販で買ってみました。スケールは350分の1です。ギアは500分の1なんですけどね、350分の1だったら小さすぎるかな思ったけど、2、3ミリぐらいになるんで、どのみち500分の1でもなんとなく雰囲気出るかなと思ってこれ使うことにしました。ちっちゃいでしょこれ、本当大変だったです。それから付属のウォーカーマシンなんですけれど、下出るカラーで塗ってあげました。下地のね塗装は、これはガイアの色付きのサフですね、メカサフですね、これ使ってます。まずねこのように筆塗りをどんどん広げて、ベースタイプの下出るカラーを塗っていきました。その後でね、明度を上げながら薄くしたものとかの塗料を明るくしたものですね、薄いっていうより明るくした塗料を乗っけていって明度を上げていきました。これカプリコですね。先ほどはブラッカリーでした。あとはドランがついてます。ブラッカリーとドランはね、このスケールでしかキット化されてないんで、厳密に言えばバンダイさんがね超合金でつけたのがあるんですけどね。はい、そしてグレーを塗っていきます。ちょっとね明度を上げつつグレーを塗るって感じです。一つはグレー系のカプリコ作って、もう一個は赤系のカプリコ作ろうかな思って赤を溶いております。下出るはね乾いたらねすごく雰囲気さらに良くなるんでね、
塗りもとても安いんで筆塗りにはとてもいいアイテムです。ただ値段がねちょっと高いのが欠点かなとは思いますね。次はドランです。ドランはまず白を塗っていきました。白はね結構隠蔽力ね広い目になるとやっぱりちょっとやばいですかね。まあ何回か塗り重ねという感じになります。そして青色を入れていきました。それでは出来上がりましたものを回していきたいと思います。はい、それではまた変形させていきたいと思います。どうしてもね、脆いとこあってポロリもあるかとは思うんですけど、ご了承してみてください。まずは鉗子を足の中に入れてあげて、包丁を回してあげます。そして甲板の蓋閉めて、下半身を上げつつ上半身も上げます。はい、追加で腰につけたね、追加したプラ棒とプラ板で作ったパーツ、これで擦り上げていきます。でまあね、どうしようもない時はちょっとこれ外してねポイッと上に乗っけるんですけど、下半身と上半身はマグネットで取り付けていることになります。で腕を回転させます。上半身と下半身を磁石でくっつけてあげた感じです。はい、前ですね、フロントのところを変形させてます。でお尻のところですね、もうちょっと邪魔なんでね一回外すことにします。ここがねなかなかはまりにくかったですね。次は腕を回転させていきます。腕を回転で、それと同時に背中の方の翼もね背中にべったりくっつけてあげます。そして首をスライドして落とします。若干首のねスライドが、引っかかるとこあってちょっと落ちるのに手間かかりましたけどね、なんとか落ちてくれました。あとは腕を引き伸ばして
手首も出したらほぼ完成っていうところですね。